インド市場の急成長、本当に魅力的ですよね。でも、ちょっと待ってください。製品を製造してコンテナに積み込むその前に、私たちは直視しなければならない現実があります。本日の解説へようこそ。今回は日本の製造業の皆様に向けて、インドへの出荷前に絶対に外してはいけない BIS および QCO 対応の7つの確認ポイントを徹底的に深掘りしていきます。さあ、一緒に確認していきましょう。今日のアジェンダです。1、需要と市場アクセスの違い。2、BIS と QCO の基本。3、製品レベルの規制シグナル。4、適切な認証の選択。5、役割と品質の定義。そして6、出荷前チェックリスト。テンポよく進めていきますよ。では早速、セクション1、需要は市場アクセスを意味しないについてです。打ち合わせでこんな危険なフレーズ聞いたことありませんか？現地の販売代理店が問題ないと言っているから大丈夫。これ実は一番怖い思い込みなんです。もちろん現地のパートナーは大切ですが、彼らの口頭での大丈夫という言葉だけで規制リスクをクリアしたとみなして出荷を決めるのは会社にとってあまりにもリスクが高すぎます。絶対に鵜呑みにしないでください。なぜなら、日本の素晴らしい品質基準をクリアしているからといって、あるいは ISO のような国際規格を満たしているからといって、それが自動的にインドの法律に適合していることにはならないからです。日本の品質管理能力は間違いなく世界トップクラスです。でも、インド当局が求めている指定のインド規格への適合証明がなければ、通関で止められたり、販売が大幅に遅れたりする。これが厳しい現実なんです。続いて、セクション2。BIS と QCO の理解に進みましょう。よく、うちは BIS の対象ですかと聞かれるんですが、ここ明確に整理が必要です。BIS と QMCO は全く別物なんですね。BIS はインド標準局という規格そのものを作る機関のこと。一方で QMCO は品質管理命令というインド政府が出す法的強制力を持った命令そのものを指します。つまり QCO というのは、この指定された製品はこのインド規格に絶対に従いなさいという政府からの絶対的な命令なんです。本来は任意の基準だった BIS 規格がこの QCO が出た瞬間に厳格な法的義務にガラッと変わるわけです。だから BIS 対象かを探すのではなく、自社の製品がどの QCO の対象になっているかを特定することが何よりも重要なんですね。ではセクション3、製品レベルの規制シグナルについて見ていきましょう。具体的なシグナルを一つ挙げますね。例えば、電気機器の QCO、IEC60335-1 に関連する一般安全規格には、現在、2026年10月1日という施行日が設定されています。ここで絶対に勘違いしてはいけないのが、この日は準備を始める日ではないということです。この日にはコンプライアンス体制が完璧に機能していて、適合した製品だけを出荷していなければならない絶対的なデッドラインなんです。しかも一般規格だけでなく、製品別のパート2規格などが適用されないかどうかも製品単位で細かくチェックする必要があります。セクション4、適切な認証の選択です。日本などインド国外の工場で製造する場合、主に2つのルートがあります。FMCS、つまり外国製造業者認証制度は一般製品や産業機器などで幅広く使われます。対して CRS、強制登録制度はインド電子情報技術省が指定した特定の電子 IT 製品に厳密に適用されます。このルート選びを間違えると、せっかくのテスト費用や書類が全部パーになってしまうので、申請前の確認が絶対条件です。すべての電子製品が FMCS 対象というわけではないので要注意ですよ。そして FMCS を使うなら AIR、つまりインド正規代理人の選任が必須になります。ここで一つ強調しておきたいんですが、AIR を立てたからといってメーカーの責任が丸投げできるわけでは決してありません。AIR はあくまで法的な現地窓口であって、製品が規格に適合しているかどうかの最終的な責任はいつだって製造業者である皆様にあるんです。セクション5、役割と品質の定義に入ります。ここで極めて重要なのが、誰が何をするのか、役割をスパッと切り分けることです。日本本社は製品仕様と規制判断の舵取りをする。
製造工場は実際の製造工程とテストに責任を持つ。AIR は現地での窓口になり、現地の輸入者は出荷書類と市場手続きを回す。これ絶対に吉名に頼むようで済ませてはいけません。現地任せにせず、文書でガチッと定義しておく体制が不可欠です。しかも、BIS が外国の工場に求めてくる物理的な要件ってかなり具体的です。工場内にちゃんとした試験設備はあるか、測定器の構成は狂っていないか、試験のやり方や頻度はインド規格の要求とぴったり合っているか、部品を変えた時の管理はどうなっているか。つまり、すでに日本で実践している高いレベルの品質管理をインドが求める特定の証拠という形にうまく翻訳して工場審査に備えないといけないんです。さあ、いよいよ確信です。セクション6、出荷前チェックリスト。まず前半の4項目。1つ目、その製品は現在、あるいは将来の QCO の対象ですか？ HS コードだけで判断するのは危険すぎます。仕様と QCO 本文をしっかり付き合わせてください。2つ目、適用されるインド規格と認証スキームはどれか。3つ目、施行日はいつか、免除措置は使えるか。そして4つ目、どの特定の工場で作るのか、その工場は申請要件をクリアしているか。これらを製品ごとに細かく検証します。続いて、後半の3項目です。5つ目、適切な AR は法的に選任できているか。6つ目、試験、工場審査、書類の準備はすべて完了しているか。最後7つ目、出荷のゴーサインを出す前に、有効なライセンスと標準マークが製品にバッチリ表示されているか。いいですか？この7つのうち、たった1つでも曖昧な点があるなら、直ちに船着組をストップして、コンプライアンスの確認に戻ってください。それくらい重要です。皆さん、BIS や急走対応を単なる出荷前の面倒な事務手続きなんて思わないでくださいね。これはインドという巨大市場を攻めるための極めて戦略的なプロジェクトなんです。私たち EX ゲート AI は皆様の市場アクセスや出荷タイミング、サプライチェーンの意思決定を左右する重要な規制シグナルを常に追いかけています。規制は生き物のように常に動いています。出荷の直前には必ずインド政府や BIS の最新の公式リスト、経過措置、適用除外を再確認してくださいね。EX ゲート AI は中小企業の皆様の成長パートナーとしてこの複雑な規制の波を乗りこなすためのインテリジェンスを提供し続けます。さて、皆様の製品を乗せたコンテナが港を出発する前に、その製品がインド政府の基準を完全に満たしていると自信を持って断言できる証拠は揃っていますか？本日の解説は以上です。次回もぜひお楽しみに。